はい、12時になりました。これね、この前ちょっとボコボコに落としてしまってね、ローター、もうグリップが折れちゃってるんで、見えますかね、ちょっと暗いんでね、なんか中途半端に変に折れてるね。パクッと開いて。なので、修理しましょう。はい。テールモーターもね、もうブチ切れちゃってるんでね、もう、これも取れてます。一番ひどいっちゃひどい。うん。なので、これを機に、金属ヘッド、フルセットですね、もうグリップからの。これに変えちゃいましょう。うん。これネジロックいるの？ネジロック用意してません。はい。とりあえず分解しましょうか。もうヘッドから分解するんで、もうここのリンケージを外しましょう。これ見えるかな？多分見えないよね。ちょっとズームしてあげないと。外はね、相変わらず雨降ってるんでね、パチッと。これね、なくしやすいんでね、もう、なくす前に外しときましょう。外そうとすると案外外れないんだな、これ。こう力のかかってない時にひょこっと外れるんで、ちょっとタッチが悪い。で、これもまたね、あれだよな、その場所で、リンケージの長さが微妙にずれてると思うんでね、サーボがね、90度がね、あれなんで、まあ、一応対面でこう、わかりやすく置いとくか。本当なら、なんかね、マスキングテープでね、右前とか、右か左とかね、書くといいかなと思います。うん。言うてるだけで、やってませんけど。これフロント側ね。まあ、2個書けばね、3つ目は書かなくても、ね、それしかないんで、書くか。よっしょ。マスキングテープですね。とりあえずフロント、F って書いておきます。で、まあこれいいな。貼り付くからテーブルに貼り付けれるし。で、こっちが進行方向右側ですんで、R ですね。R。こう向いてね、こう、前から向いて右左っていうとね、ややこしくなるっていうかね、車と同じようにね、進行方向、で、右左って考えないと、もう本当あべこべになるんで、しても、これもテープだけね、もう飛ばないようにね、もうフロントと右さえ分かれば、もう左しかないんでね。はい。じゃあ、あとは下ですね。いぶきくんから、今日いるって連絡が LINE で来てるんですけど、まあ、うちは一応ね、橋の下におることは言ってるけど、まあ今、既読はなってないです。で、ただ、来るのはいいんですけど、今この状態なんでね、助手席乗れない状態なんで、かといって後ろの座席もね、荷物がいっぱいでね、ちょっとそれ考えるとちょっと大丈夫かな？どうなんだろうっていうのが来てます。これ今カーボンマスト使ってるんで、ちょっとね、抜きがね、きついっちゃきついんだよな。その時に一気にガーンといくとね、ここのね、分がぶっ壊けちゃうんで、先にね、ここにね、ちょっとずらして、エレベーターダウンで、こう、なんとかじわーっとね、じわっと外せるか。まあ、本当ならこう、横着線でね、ネジ外した方が手っ取り早いんだけど、で、本当ならね、金属ギアのサーボ買ってますんでね、どうしようかな。この金属ギアのサーボもね、商社さんよりもね、聞いて買ったんですけど、1
個確かなんぼだっけ、1300円ぐらいだったかな。外すか。気持ち的には買いたいんですけど、座骨神経痛が痛くて、本当痛くてね、ちょっとね、大変なんだよな。その痛みさえなければね、いいんですけどね。はい、ネジ外したけど、このままだとね、ネジなくすんでね。本当は部品箱、そうそう、買ったんだ。100均でね、買ったんだよ。これ買った。ちっちゃい四角いやつ。後ろ磁石になってます。この中に、とりあえず入れときます。多分ステンなんでね、くっつかないと思うから意味ないんだけどね。とにかく左ケツから太ももにかけてめちゃくちゃ痛い。レベルで言うと今レベル5、6ですねぐらい今痛いです。これ一応これ映ってるかな。なんか手が邪魔してるっぽいよな。ここのがちょっとネジの長さ同じか。ネジの長さ同じですね。はい。これでこれを外せば、もうあとは思いっきり引っ張っても壊れる場所がないんで、クリッと。んで、これ、マストそのまま使うからそのままでいいか。もうマストもね、結構かかってるけど、壊れてないっていうか、全く避けてないから、そのまま使えますね。やっぱしね、強く落ちると、やっぱしカーボンマストでもね、なんかバサバサとね、避けるんで、そうなるとね、もう交換時期、もうふにゃふにになったらもう交換時期ですね。はい。今、爪切ってないんで、今、取りやすいです。カーボンマストにね、このネジ入れるとね、簡単にネジがへし折れてしまうぐらいに、ね、なっちゃうんでね、適度な力で締めないと大変なんで。はい。これでいいかな。リンケージは使い回ししますんでね。リンケージを外さないとダメだ。で、あと、ベアリング系も使い回ししますんで、ダンパーとね。とりあえずは、これ、使わない、抜けないな。上から抜かんと悪いか。これ多分交換するのに30分ぐらいはかかるんじゃないかな。しかも喋りながらね、黙々とできないんで、頑丈ですね。マスト大丈夫。はい。で、リンケージも外しとく。リンケージこれへし折れてんね。これへし折れてるな。これ見えますか？見えにくいですけど、へし折れてます。ここが折れてる。分かりづらいな。相当なダメージだな。スワッシュも交換するから、タイミング的には良かったですけど。はい。これは右左関係ないんでね。あと上下もね、関係ないです。ただ、外と中はあるんでね、それだけちょっと気をつけて、目が悪いと厳しいだろうな。すげえこれ取れんな。若干ね、外の方がね、穴ちっちゃいんですよ。落とした。どっか行った？いいや。ボールだけ残った。で、視聴者さんのリンク外し作ると便利ですよって来たんですけどね、まだ作り損ねてます。はい。こんな感じですね。わかりづらいな。わずかな差なんだよな。はい。わずかな差なんですけどね、若干、外が
狭い、中が広いっていう風になってるはずなんですけど。どうしよう。ヘッドから組むかな。サーボもやり替えないとあれなんだけど、サーボもやり替えるか。これどうなってんだろうな。ニッパーこれ30分じゃ終わんないぞ。厳しい。これ、厳しいな。ニッパー、一応持ってます。100均のニッパーです。あんまし使わないからちょっと動きが悪い。結束バンド切ります。タイラップとか言うけど、いろいろ名前が付けられてます。どうしようかね。なんかこの辺も釣れてんな。渋滞ですね。ここね、引っかかりがあるから、まあ、これは現物ね、見られるとわかると思うけど、引っかかりがね、あるんでね、それをね、配線を外して、もう一気にパワーアップですね。パワーアップっていうんかな。重量はアップするけど。ここにもあるんだな。ここにも引っかかりがあるからややこしいんだな。で、ここ潜ってるから、コネクタの方からこっちに引っ張ってこないと取れないようになってるんでね。手前の分、手前の分もこれ刺さってるけど、きっついな。エルロン。右エルロンが最初か。一番最初ですね、これ。マイナスドライバーが欲しいな。爪でいけるか。いけるね。右エルロン。1番右エルロン。2番はなんだ？普通ならエレベーターかな。エルロンエレベーターかな。しかし最近日曜日雨降るな。これは、違った。エレベーターか。エレベーターですね。2番エレベーターですね。で、3番がスロットルだけど、これは4番、じゃなくて、ピッチサーボ。3番目がピッチサーボ。で、4番目がラダーですね。テールモーターになります。これもだいぶ前に買ったんで、もうね、袋がしわくちゃになってますけど。配線短くない？大丈夫か？いけるか？はい、金属サーボ。キラキンですね。ただ、これ今センターがわからない状態なんで、後からしましょう。で、やっぱし後ろの穴から通すよね。入って、引っ掛けの、エルロンじゃなくて、これはエレベーターサーボだから、エルロンエレベーター2番目か。2番目に刺します。はい、2番目。はい。で、これが、ここに刺さると。土台にドンと。いい感じに刺さるね。はい。まあ若干、やっぱり金属になるんでね、機体は重くなるけど、まあ重くなった分ね、安定は良くなるんじゃないかな。これずっしりと、まあ元が軽いんで。どうしようかな。こっちの、やっぱしエレベーターじゃなくて、これは右エルロンだな。
左側はね、もうガイドがないっていうかね、あれだから。で、ここもね、本当はサーボを先に、本を先につけないと、まあまた外さないといけないから、ちょっとその辺が厄介。これ線どっから来てたっけな。この下からでいけるかな。ここにね、微妙にね、隙間がいい感じに空いてるからね、そこ通したいなっていう感じ。上からでもいいと思うけど、線のまとまり具合からすると下がいいな。ちょっと押し込んで。カチッと。で、配線を、ここ、引っ掛けと、前の分がちょっと、ドライバーでうまいことね、入れ込んで。で、こっちまで持ってこないとモーターに擦れるんで、ただ配線、これはエルロンだよな。エルロンだよな。配線届かねえな。届かないな。3番にはギリギリ届きそうやけど、エルロンサーボだから奥だもんな。ここダメだな。線届かないな。もうここ引っ掛け諦めた後でバンドで、モーターに触れないようにしましょう。で、配線の向き確認して差し込みます。はい。OK です。はい。じゃあ、3つ目。3つ目は、ここのガード潜らないから、いきなりこっち側ですよね。で、あとね、テールモーターをちょっとね、変えたいと思うんですけど、今そのモーターね、家に忘れちゃってるんですよ。エアウルフにくっつけてるんで、もうあれもちょっとバラバラなってるんでね、ちょっとあれを、ちょっと取ってから、これに移植したいと思います。これも、入れる前にこれ下禁止線下の方に通さんとあれだな。なんだっけ、SUT か。SUT モーターっていうやつでね、テールモーター純正が1万回転らしくて、んで、その SUT モーターが1万5000回転になりますんでね、まあ、テールのね、回転力が上がるんで、いいかなと、パワーアップにはいいかなと思います。はい。じゃあこれも線を入れちゃって、指で入れるのもあれだけど、まあ、これでね、ダメだね、動かねえな。で、これが3番目だけど、ちょっと配線が邪魔なんで、ちょっと下潜らせての、よいしょ。これ、やりにくいな。こっちの線はちょっと起き上がってくれんと、2番目の分が邪魔してる。この下を潜らせたいんだけど、ちょっと、ごまごましてるね。多分これ見にくいよな、映像的にはね。で、こっちから見る分にはね、いいんですけどね、そっちから、右から見る分にちょっとね、見にくいかなと思います。かといって自分の前にカメラがあると、ちょっと自分が見えにくくなるんでね、こんな感じになります。3番目にピッチサーブ入れます。で、自分ね、あんまし飛行機ちょっと知らなかったんですけどね、まあヘリから入ったんでね、飛行機もね、左側をね、ピッチ扱いでしてたんですけど、なんか、ね、飛行機のしてる方から聞くと、左がエルロン、右が、まあ、ピッチっていうかね、6番の2エルロンの場合にね、なってますんでね、その辺ちょっと自分間違えそうだけど、まあ、その辺はもう自己流。まあ、本当は合わせた方がいいんですけど、これはどうだろう、線下くぐると、ちょっと張ってしまって基板がちょっと斜めちゃうんで、
ここはもう我慢しましょう。この1本、これはエレベーターサーボだけの配線だけ通してます。はい。で、あとは、ここは結束バンドでいきましょう。ここもちょっと邪魔だな。これ、後で本が来るんけど、ここの線がペタッとくっついてくれんと、これ、干渉しそうだな。うん。エレベーターか。エレベーターサーボが干渉しそうですなと。引っ張っときます。はい。とりあえずここは放置。じゃあこれいきますか。多分もう20分でしょう。ああ、ちょっとはい、あれだな。ちょっと受けが欲しいから蓋の受けを使いました。ネジがばらけてるんで。ちっちゃい部品がいっぱい。なんだこれは。なんだベアリングか。あれベアリングついてんのか。おう。まあ、買い時にいいかもしれないね。ほんじゃまあ、スワッシュ。多分これ合わないんじゃな。合わないな。ちっちゃいな。あれこれ、どうしよう。そんなのあったっけ？工具にそんな細い道具あったかな？ないよね、確か。確かね、L 型のレンチでもそこまで細いのなかったと思う。はい。ちょっと道具出しますけど、いっぱい入ってるけど、これには六角が入ってないですね。もう一個の方だね。2回買ってるんですよ。よし。はい、こちらです。六角、ちゃうな。ちゃうか。あ、これも六角じゃないな。六角あるけどこれ太いな。嘘。マジで。プラスネジとなんか六角がこの、多分これ1ミリだと思う。これダメじゃん。あら、どうしよう。あれ前どうしたっけな。今までこれね、金属サーボは、サーボじゃない。金属のスワッシュは、他の機体にも使ってるんですけど、これでいけるかな。ほんじゃ。こっち六角、花形なんだよね。花形で、あとこれマイナスで、これ花形ですよね。わからない。目がちっちゃすぎてもう針にしか見えない。ちょっとね、緩んでるか確認だけしたいんでね。これはちっちゃすぎたか。これはちょっと大きすぎたか。入らんね。微妙だな。あ、これはまあ、回るっちゅうか外れるな。ネジロック入ってないね、これ。ちゅうことは、これはちょっときついな。外れんな。空回りしてるっちゅうか。これも外れんね。これは緩むね。緩むね。緩むね。これはなんか全部緩むね。これ結構緩んじゃうね。ちょっと変えよう。
微妙になんかね、なんだろうな、これこうなんか似たようなサイズがいっぱいあるんだな。入らないんだな、微妙にね。どうでしょうかな。プラスは基本プラスじゃないんだもんけどね、六角のね針みたいなやつダメだ。やっぱプラス全然ダメだ。花形の分がやっぱし少しはマシですね。ただ入ってないんだよな。普通花形でも六角の花だからいけるはずなんだけど、なんかちょうどね微妙なサイズなんですよね。とりあえずこれでいこう。はい、これでとりあえずちょっとね空回りするけど、まあ少しは引っかかるから、まあないよりかはマシです。はい、でネジロックが必要になるんですけど、どうしようかな。前使ってたのがね空ケになってて、まあほんとカスみたいな、もんなんですけど、これがね T43、デックスのね、付属品組み立てのね分でくっついてきたおまけみたいなもんなんですけど、これはね本当は強いから、まあスワッシュとかは別にいいんですけどね、まあこれちょっとね言葉通じないフランスの方が、ね、勘違いするとちょっと困るっちゃ困るっていうかね。これちょっと時間食うね。多分見てる人は飽きると思う。これ一回からねこうね外してねネジロックつけてまた戻さないといけないけど、外した時にこれネジロックついてんな一応。ネジロック一応ねついてるっぽいんですけど、なんか赤っぽいのがね、とりあえずつけて、戻します。いぶきくんが、LINE 見たみたいで既読になりましたね。今この状態で来ると座るところがないです。来るのは嬉しいんですけどね。はい、一個一個やり直しっていうか、これをやっちゃかないと飛んでる時に緩んで外れて、まあ機体がどっか飛んでなくなっちゃうっちゅうね、最悪ね、するんで一個一個ねつけていきます。まあほんとつけるのはねちょんでいいんだけど、これもネジがねちっちゃいっていうか精密っていうか、もう本当は一山とかでも一山で十分なんですけどね。でまあこの辺はもう多分ハードでも関係ないかな。ネジロックってなんかいっぱい種類があるからね、こう強度でね、柔らかいのから強いのまでね、それでまあ質問があったんですけど、そのフランスの方からね、なんか222が一番弱いらしくてね、それでスピンドルとかはね、それでまあネジロックなんでね、ネジは緩まないと思うんですけど、なので一応それをおすすめはしたんですけど、まあ一個上のちょっとミディアム的なやつをちょっと買ったみたいですね。これはちょっと緩まないですね。緩まないのはもうそのままでいいです。緩むやつだけやります。これもネジロックついてんのかなってちょっとこれわかんないな。怪しいですね。で、あと、その、T レックス系の組み立てキットはね、全部仮止めなんでね、全部ネジロック入れてから組まないと、知らない人、多分ね、初めて組む人とかはね、組んでるから、もうこれ完成してるんだって間違いそうな風になるんじゃないかなと思うんですけど、これも緩まないな。この2個緩まんのか。なのでね、それで、完成済みと思ってね、組んじゃうと、後でもう空中分解しますんでね、気をつけてください。
じゃあ、これ、ちょっとずつ組んでいくか。マスト。とりあえず、マスト。こっちが上側。純正がね、結構ね、スカスカっていうか、まあ、スカスカ。これきついね、ちょっと。頭がきついのか。あ、これきついな。ここまできつくなかったんだけどね。やっぱし当たり外れがありそうだな。潤滑剤欲しいな。これだと、サーボが大変。ちょっときついな。ガタがないのは嬉しいんですけどね。これ、ガタはないけど、上下がきついな。それでもあれかな、汚れてるから、汚れが、あれかな。とりあえず、これ、除菌シート、アルコールが高かったから、もうアルコールレスなんですけど、まあ、とりあえず、きれいにしときましょう。これがカーボンなんでね、これが避けてくるんだよな。そうするとね、ふにゃふにゃちになりだす。それが交換時期なんでね。ふにゃふにゃになったら交換時期。これが確か380円ぐらいじゃなかったかな。そんなにね、まあ折れないっていうか曲がらないんでね。金属の方がまあ若干安いけど、折れないから、ある意味こっちのは長持ちするんですよね。ちょっとこれはよろしくないな。まあ今どうもこうもならないんで、ペーパー掛けした方がいいかな。そんな感じがする。若干軽くねペーパー掛けして、まあスルスルで動くようにね、セットした方がいいと思います。とりあえず今は手元にそういった材料がないんでね、もう一応仮組みしましょう。はい。んで、リンケージ後でいいや。ヨーク。これヨークって、まあ自分言うてるんですけどね、まあその双葉のね、スカディが、ただね、ヨークっつっても、確かここね、2個分かれててね、どっちだろう。下か上かがヨークっていう名前なんですよね。本当メーカーによってね、名前がね、全部違うんで、その辺がね、なんか、質問してる人とね、名前が変わっちゃうんでね。マストでもね、メインマスト、メインシャフトとか、なんかいろいろと名前がね、あってね、ただのマストでも通じるっていうかね。はい。これはくっつくね。ネジが一応この付属品のドライバーにはくっつくけど、ちょっとプラスがいまいち合わないな。やっぱ安いっていうか、まあおまけなんでね。やだな。これがね、厄介。これが厄介。ネジ締めるまでが大変。変にくっつくと厄介なんだな。ちゃんと真ん中芯捉えれればいいんですけど、捉えにくいんだよな、このね、ドライバー。やべ、危ねえ、どっか落ちたぞ。どっか落ちたけど、とりあえずテーブルの上には落ちてると思う。どうしましょう。この先端が悪いんだよな。ちょっとさっきの工具から、こっちの使えばよかったな、ほんと。プラス。ドライバー、どこ行ったかな。あら、どっか行ったぞ。テーブルの上にあった。ネジロックにくっついてた。
一応ね、穴が、貫通見えるんでね、位置的には問題ないのに、うまいこと入らない。入った。入ったけど、全部入れると、反対側のネジが入らなくなるんで、ネジ。はい。これは磁石がついてて、ドライバーもちゃんとプラスが合うんで、はい、これでね、やっぱり先に締めたのが結構中まで入れたんでね、反対側が入りきれない状態になってます。ちょっと緩めて、均等に入る感じで。簡単にね、力そんな入れてなくてもね、ペキンって折れちゃうんでね、ほんと。気をつけないと、カーボンの中にネジが残っちゃうっていう最悪な状態になりますんでね、ほんと。OK です。じゃあ、ダンパーは入ってないんだな。ベアリングはあるけどダンパーがないんで、こちらを分解しましょう。これは1ミリできるかな。1ミリですね。このグリップのネジは予備っていうかね、こっちついてるんで、これはもう使わないです。はい、いぶきくんからの返事はないから、今日はもうね、天気悪いんで、あれかな？来ないんかな？来るときは大抵行くっていう感じで返事来るんですけど、ダンパーよね、ダンパーが欲しいんでね。今なんでバラしちゃったかなってね。これがね、プラスネジが、こう片方だけじゃ緩まないんでね、どうしても両方、いりますんで、2個ね、いいやつ、いいドライバーがあると楽です。あと磁石付き。で、どっちが緩むかがわかんないっていうね。多分これ左が緩んでるな。はい、やっぱ左が緩んでます。はい。で、ベアリングと、スペーサーはいるな。スペースは使い回しですね。おっと、折れた。で、ダンパー、透明ダンパー。黒のね、純正のダンパーが本当はいいけど、これベアリングか。ベアリングじゃないの。そのダンパーがね、なくてね。これはもうこのままでいいか。ポイと。で、これも使わない、じゃない、ダンパーがいる。一応このダンパー切ってます。辛い位置でね、カッターでシュッとね、まあ、綺麗に切れないんで、若干、あれなんですけど。こっちのは多分ね、ちょっと硬い、ハードダンパー系だと思うんでね、クイック性はいいかなと思うんで、3D する方って結構クイック性がいい方が合うんじゃないかなと思いますけど。あとはどうだろうな。よくアラインにね、リジットダンパーっていうのがあって、このね、ダンパーの中にね、もう一個プラスチックみたいな棒が入るんですよ。それはね、レックスにつけてるんですけどね。その店の人から言うと、もうクイックすぎて、暴れますよって言われたんですけど、まあ、なんか、普通だった。はい。で、まあ、ついでに、ここまでばらしたんで、スピンドルは、これ、×って書いてるね。多分一回、これ中古ですね。×って書いてるんで。中古なので、ちょっと新しいのを、交換します。ついでなんでね。はい。これもね、こう2本入りで、ネジがね、長めです。
長めっていうのはどうもね、これなんか調べた感じ、なんかネオヘリさんのオリジナルじゃないかなと思う。うん。なんかネジをなんか作ってもらったっていうような文面だったんでね。もしかするとそのオリジナル、ネオヘリさんオリジナルスピンドルになるんじゃないかなと思います。うん。作るのっていくらぐらいかかるんだろうね。結構なんか注文制作って金かかりそう。じゃあ新品のスピンドルを入れまして、で大体左右平均にして、でダンパーはね、ちゃんと噛んでますんでね、これを、順番をね間違えるとあれなんで、でここのねグリップちょっとさっきとまたねあれなんだけど、これもネジロック多分入ってないよね。キジの鳴き声が取れたかな。はい、ちょっとこれもネジロック入れときます。これ全部ネジロック入ってないね。多分入っちゃってももうなんか緩んでるっちゅうか、ネジロックの質もあんのかな。はい、閉めます。なぜかというとね、こちら側もう外れてるんですよね。ネジロックっていうか、部品がね外れてんだよな。緩く締めすぎて下手したら欠落っていうか部品なくなるじゃんっていう。はい、ネジロックつけます。これはもう緩まなくてもいい場所なんで、強めでも別にいいと思うんですけど、多分使い回しの時はもうこっちがもうアームがもうひん曲がってるんで、多分使い回しは効かないと思うんでね、買い直しになると思うんで、結局はね。はい、じゃあ、組んでいきます。これ使うか。でもこっちあれだな、ちょっとね部品がちっちゃすぎるんだな。はい、スペーサー入れます。山が上側でね、細い方が外側です。でベアリングちょっと入れにくいんで、先にベアリングこちらに入れちょって、ベアリングね。そしてこっち側の内側にベアリングつくんで、反対側、中側ですね。中側にもう一個のベアリングを入れる。けど、これもね、本当ならね、なんか細いやつにこう入れてね、これ入らないだろうな。細すぎんだよな。穴がちっちゃすぎるからこれ入らないね、やっぱし。そういう時は何かしら道具使って針みたいなやつをねで、これで中側に入れてあげる。はい。であとはこれを組み立てるけど、ネジを用意しとかないとねあれなんで、ネジ、このネジをね、これがまた取れない、ネジがね、よいしょ、厳しいこれを、特にネジはなくすと大変なんでね、本当なら広いとこでねテーブルの上でやった方がいい。で本当はもうこのままね締めればいいんだけど、ちょっと自分怖いんで、特にこの金属系はねネジ緩みやすいっていうかね、なのでネジロックをほんと一山つけすぎるとぶっ飛んでなくなっちゃうんで、つけすぎると外れにくくなるかな。で、これを
これをもうここで、準備して刺しとく。集中。うまくいかんな。おっと、ベアリングが動いた。ダメだ、これ。ベアリングが、磁石が強すぎて、ベアリングまでネジにくっついてきた。厄介だ。厄介だ。これでね、時間かかるんですよね、ほんと。どうしよう。このままベアリングいくか。これってワッシャーとかないんですよね。で、これが、おっと。これが上だから、厄介だな。いったか。いったか。はい。で、こっち。アームが横に寝かしたとき上に来るように。で、ネジを締めていくけど、うまくいけばいいんだけどね。むずいんだな、ここがな。変にいってんな、これ。うねってんな。なんでうねってんだ。スピンドルのネジ穴に行ってないっぽいな、なんか。行ったか。行ったっぽいですね。はい。まあ一応これコアスルスルなんで、後からでも向きはね、下が、穴のちっちゃいやつがネジ穴なんでね、下側に来るようにね、穴の大きい方が上側ですね。これなんかグリップえらい汚れてるの。はい。で、今片方が、終わったけど、もう片方もしないと、同じことを、もう一回しないといけないんでね。ベアリング。ベアリングじゃない。スペーサーか。スペーサーで、スピンドルに入れる。山が、トンガチョの方が外側向きで、んで、ベアリング入れる。むずい。はい。んでもって、ネジ、いっぱいくっついてくるな。もうこれ何分 ?40 分ぐらいかかってないかな、今。ですよね、もう47分だ。これ編集大丈夫かな。出てこない。空欠だ。その辺の脇についてるのでもいいや。ちょっとでもつけばいいんでね。ほんとちょこっとなんで。これが取りにくい。ベアリングが滑る。今度は滑る。取りにくいのに滑る。これサシのアームに入れるときに落とさないように。よし。厳しい。これはプラモより大変だな。で、刺すと。で、多少なりネジが入らないと大変なんで、入ったかな？入ったっぽいね。いいね。ただ、両方使って。片方固定の増し締めします。いいかな。で、この時にね、スルスル感。もう今ね、左右引っ張ってもガタないですけどね、ちょっとこれ回す時にね、ちょっとね、こう粘っこい。スルスルではないですね、今。なので、まあこれもね、ちょっとこう引っ張ったりするとね、案外スルスル感になるんですけどね、ちょっとこう締めすぎだな。
締めすぎるとやっぱしね、サーボに負担もかかるし、まあここの素足もあれだけどね、ちょっと気持ち緩めます。多分、1、2分、1、2分ちょっと緩めて感覚感じて、でまた1、2分ぐらい緩めて、でまあどうだろうな、緩んでんのかなこれ。でその時もね、こう引っ張ったりしてね、こっちのガタがあるともう緩めすぎなんで微妙だな。これは今多分5、6分5、6分緩めてるかな。緩んでんのかな、空回りしてんのかな、ちょっと分かりづらいけど、なんか緩んでない気がする。全然感覚がね変わんないんだよな。まあ、これもね、ダンパーによってね、黒いダンパーならこれ締めすぎてもなんかスルスルっていう感じらしいんですけど、もう今自分黒いのがないから、まあまあ良くなったね。多分こんな感じでいいかなと思います。気持ち粘っこいけど触った感じはね、そんな力ない、入れずにもこう動くんで、で左右引っ張っても、ガタがない、片方ね引っ張ってもガタがないんで、多分これでいいかなと思います。はい、じゃあ大方これで完成したけど、リンケージどこやったかな。リンケージびっくりした。これに今ネジがついてたから、多分古いやつのネジでしょ。リンケージこん中直さんかったっけ。あるよね。はい、リンケージつなぎます。上これ向きよね。向きがね微妙なんだわな。こっちかな。こっちがちょっと狭いか。映ってるか一応。はい。でここのガイドを通して下なんですけど、下がね、これ全部一緒か。純正はね、長いとこと短いとこがあるんですけど、これ多分同じですね。なんか同じっぽいんだけど、同じだなこれ。はい、じゃあどこでもいいです。つけましょう。はい。でもう一本よいしょ。はい。どっちかね分かりづらいね。なのでね、こうなんだろう、こう外す前にね、エレベーターの分だけこう外にね、こう外じゃない、中に落ち込んでたんかな。こうやっぱ広い方にねずれるんでね、もう今何時だろう。時計かぶってるから分かんないけど、12時55分。やばいですな。こういう風にねスルスルと動く感じでね。でまあその金属にする理由はまあやっぱしモチベーションですね。モチベーションとまあ強度アップっていうか、まあ今度はプラブと違ってね折れないんでね、いいと思う。あとはちょっとここペーパー掛け、後でまた一回ばらしてからペーパー掛けしますけど、これ今ちょっと硬いんでね、もうこれじゃどうにもこうにもならん。はい、ということであとは戻して完成っちゃ完成だけど、ちょっと長引いたんでね、ちょっと省略しときます。
本当はここのベアリングもそろそろ変えた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、こんな感じで。あとはテールモーターつける。まあこれもね、テールモーターの受けがちょっと壊れてるんで、これも交換しないといけないですね。これ、ここ、ちょっと見せにくいかな。ここ、壊れてる。ここ割れてます。割れてるんで、このままつけてもまた吹っ飛んでしまうのはもう目に見えてるんでね。まあ、瞬間ボンドつけるかなんかすればいいんでしょうけど、多分予備ないと思うんだよな。うん。やけ、まあちょっとその辺はね、まあボンドなり、ちょっといろいろ考えてみます。はい。じゃあ、あとローターもつけて。ローターもね、まあ純正でもいいんですけどね。なんか自分これで慣れてるっていうかね。そう悪くないんで、これ使ってるんですけど、これなんだろう。このネジなんだろう。プラスネジだな。なんだろうな。蓋の上に出したのは、ヘッド系の分だから、おっと。で、グリップのネジは六角なんでね、プラスじゃないんでね。うん、六角で締めるやつなんで、間違いはないはずなんだけど、あれか。多分この、ヨークのところの突き抜けのネジですね。純正のね。で、ナットはないんかな。あ、そうそう。これもね、一応相手が金属なんでネジロックつけよう。純正のプラならね、別にこう、締め付けがあるんでいいんですけど、金属はどうしても締め付けがその分ないんで、かといって思いっきり締めるわけにもいかないんでね、ぐーっとね、締め付けるすぎるのも良くないんで。これはちょっと長い動画になってますな。締め付けてもこう、具合を見ながらですね。こう、落ちないけど、トンってすると落ちるみたいなね。ぐらいにしときます。はい。ネジ。本当にこれもう、毎回、まあ修理するとね、どんどん、スピードもね、上がってくるんでね。修理から覚えるっていうか。本当よくね、こう修理を友達とかにね、こうまあ、ショップとかも頼む人、まあいますけど、まあ、それだとまあ確実っちゃ確実なんですけどね、毎回ね、最初落とすんで、そう考えると、やっぱし自分でね、この辺はね、学習した方がいいかなと思います。そうしないと飛ばせる時がないんでね。まあ、お金持ってる方はね、何機も持ってね、その修理治るまで、他の分飛ばせれるんですけどね。やっぱし、最初はね、そうお金かけられないんでね。うん。まあ、人それぞれなんですけど。まあ、自分はまあ、ヘリ好きなんでね、もう、ヘリ歴も今22年ぐらい、22年ぐらいかな。そう、このぐらいかな。21年か22年ぐらいなんでね。まあ、自然とヘリは増えていくもんなんですけど。はい。パソコンもね、自作パソコンをしてたらね、どんどんね、外した部品でね、また新たなそのパソコン、まあ、古いっていうか、まあ、型落ちのパソコンを作れるんですけど、これ、まあ、ミスったな。この配線ね、これ右側に、左側にないと邪魔です。はい。んで、メインギア。これも削れがなければいいですかね。ほぼ新品ですね。で、D カットの位置に
こう見てから合わせて、向きだけ気をつけてね。平らな方が、上になります。こっちが下になりますんでね。微妙に。こう、たまにね、こう、付け間違いするんですよね。同じもんと思ってね。そうするとね、ピニオンの噛み具合がね、全然違うんで、あとピッチが変わってしまうんで、あら、なんか飛びがおかしいなっていう風になりますんでね。はい、これで押してね、このピニオンの噛み具合を確認です。まあ、どうせこれね、歪んでるんでね、もうまっすぐな、ギアはそうそうないんで、どうしよう。もうちょっとね、長くなるんでね、ちょっとこう一回止めようか。本当ならあとね、このサーボホーンをつけないとダメなんで、一回止めよう。もう1時間経っちゃったんでね。一回止めます。